皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の10日火曜日ですね。時間が日本時間の夜の9時25分ということで、約25分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、なぜ日本に市民革命政権樹立と金融経済課税が直ちに必要なのかと、その10の理由というのが今日のメインテーマです。この間ずっとメインテーマで、取り上げてきましたけど、それを一つの形に、まとめたということで、市民革命政権の樹立、それから金融経済への課税と、それが直ちに必要だ。5年後10年後じゃ間に合わないですね。直ちに必要だというのがポイントだと思うんですね。その10の理由を今日は取り上げます。今日のワイワイニュースライブ通算で2898回ということで、あと2回で2900回になりますね。ということです。音声も映像も今のところ順調に配信されているということですね。最初のコラムですけど、最新のお知らせということで、昨日月曜日の放送でメインテーマとして取り上げました続き、長さや重さや面積や時間には世界共通の絶対基準があるのに、各国の貨幣にはなぜ絶対基準がないのかと、ナンバー2ですね。こういうメインテーマで、昨日はメインテーマを取り上げましたね。要するに、ロシアで国際金融マフィア、世界支配階級にとって、物事がですね、動かないということが一番彼らにとっては打撃なんですよね。常に変動すると、刻々変動するという中で、買い占めとかですね、投機とかできるわけですよね。例えば貨幣が絶対基準によって固定されていると、固定通貨制だと言った場合は投機できないわけですよね。買い占めもできないと。だから商品取引にしても先物にしてもあるいは株価にしてもあるいは国債のいわゆる金利ですね等々にしても固定されてては彼らの出番がないわけですよね。常に、自由に日々あるいは1秒ごとに1分ごとに変動するという中で彼らは買い占め、あるいは空売りするという中で、莫大な差益を狙うという投機が可能になるわけですよね。ですからなぜ、絶対基準がないのかと、株価にしてもあるいは昨日取り上げました各国の通貨にしても常に変動になってる理由っていうのは、金融経済そのものが投機を目的として常に変動しているという条件が絶対必要なんですよね。固定っていうのは一番彼らが嫌うわけですよね。だから金本位制、金と1オンスが31.5ドルかな、2017年の段階で固定されてたわけですよね。でそれを一方的に破棄したということで、変動為替で常に変動するという条件をわざと作ったということですね。その結果、昨日も取り上げましたけど、各国の通貨が1971年のニクソンショック以前の価値と比べたらもうほとんど5% とか、リラの場合は 1.8% とか
いう価値しか持たなくなったと。ということは、金を独占所有しているロシアの国際金融マフィアにとっては、例えば 5% に、価値が下がっちゃったっていうことは、彼らが持っている金は20倍の価値が出たということですね。35年間で。だからこそ国際金融マフィア、ロシアの国際金融マフィアの総本山である西洋ロシア時計っていうのは50兆ドル、約5500兆円もの資産を持っていると隠されてますけど、孫本民さんの資産ではそういうことなんですね。それは一体どこから出てきたかっていうのは、まさに彼らが例えば250兆円の資産を持ってたけど20倍になれば5000兆円になるわけですよね。そういうからくりがあるんだということなんです。で、今日はそういういわゆる金融経済が実体経済の数十倍の規模に達して実体経済を破壊すると、日々破壊するという中でさまざまな問題、深刻な問題を引き起こしていると。貧困なり、あるいは戦争なり、テロなり、難民なり、格差なり、大格差社会、等々の深刻な問題を引き起こしていると。それを解決するには金融経済自体を消滅させると。そしてあくまでも実体経済中心の経済に大変換させる必要があるんですね。ということで今日のメインテーマはその本で、日本あるいは世界各国共通ですけど、直ちにですね、金融経済に課税しろと。そのためには市民革命政権の樹立が必要だということが全部今の世界各国共通の我々の最大な課題になっているということなんですね。今日のメインテーマは。ということです。吉行さん。今日のメインテーマですね。なぜ今日本に市民革命政権樹立と金融経済課税が直ちに必要なのか、その10の理由と。ただいま配信中ですね。から砂月さん、コンティニューコインですね。体調を崩したんですけど、いかがでしょうか。回復されましたかね。から砂月さん、毎回の初めてのご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散情報共有お願いしますということですね。から砂月さん、なぜ今日のメインテーマですね、リツイートしてくれました。 K さんコンティニューコインですね。から今日の放送の前ですね、砂月さん、安倍に新たな疑惑ということで、本沢二郎さんの日本の風景3520号と、それから砂月さん、香港抗議運動に押し寄せるウクライナネオナチ、マスコミに載らない絵画記事、ウクライナネオナチがソロスなんかが入ってるんじゃないですかね。ということです。で、配信ありがとう。これは昨日の夜ですね。ということです。そして、昨日のメインテーマに関する現時点での視聴者数が、ツイキャスが211名様、YouTube が185名で、6名で、全部で397名ということで、YouTube が激減してるのは何なんですかね。やはり2週間お休みしたことが影響してるんですかね。ちょっと分かんないですね。そして明日水曜日、12月11日夜の放送は語学研修のためお休みしますということ。それから3番目は、昨日もご案内しましたけど、アフガニスタンで殺害された中村哲医師の葬儀が明日水曜日12月11日、福岡市で行われますということで、午後1時からですね、
会場はこれは赤前社福岡西条ということです。から今日の画像ですね。これは1、2、3、4枚ですね。1、2、3枚か。で、最初はですね、そうだ。昨日のメインテーマの YouTube 向け、表紙。こういう表紙ですね。貨幣になぜ絶対基準がないのかということで、各国の、貨幣、ドルとかポンドとか円とか、これが図案化されてますね。はい。そして今日の画像ですけど、一番最初はアフガニスタンでの中村哲さんの偉業ということで、非常に分かりやすいんですね。これはこちらが2009年1月の時点での砂漠ですよね。で、同じところが5年後、2004年5月にはこのように豊かな緑地帯に変わっていると。こういうことをやってるんですね。中村哲さん。灌漑事業ですね。これ非常に分かりやすいですね。そしてアフガニスタン全体で中村さんの偉業ということで、これが地図なんですけど、これも2008年と2015年の比較地図ということで、上がですね2008年ですね。これ緑地帯が全然ないということで砂漠なんですね、これ。そして湖と川が流れていると。で、その何年後、2015年ですから7年後、このように緑地帯が出現していると、こういうことなんですね。これこそが中村哲さんが主導したアフガニスタンにおける灌漑事業なんですね。で、ここに、カブール川があって、シャララバードという、ここで銃撃され殺されたんですね。こっから灌漑の事業現場に車で行こうとした朝ですね、7時過ぎに7人のテロリストに銃撃され、7名中6名殺されたということなんですね。このシャララバード、犯人がなんか7人ぐらい、捕まったっていう報道がありますけどね。そして3枚目の画像、それでアフガニスタン全体では16,500ヘクタールの砂漠が緑地によみがえったと。で、そこに60万人以上の人々の生活が復活していると、こういうことなのね。そして3枚目、これはハンギョレの今日の記事なんですね。無罪だから無罪求刑したのに非難されたと。検察は過ちを直視できない組織だと。こういう、これ現役の韓国の検事さんなんですね。イム・ウンジョン検事ということで、彼女は韓国検察を内部から批判していると。こういうすごい人ですよね。こういう人が存在するんですね、韓国の検事には。日本にはまずいないですね。全部ヒラメですからね、日本の場合。最高検検事総長以下、厳格なヒエラルキー組織ですから、このようないわゆる内部批判する検事っていうのは日本では登場しないと。登場してもすぐに左遷させられるか、あるいは辞めさせられるかということで消えちゃうんですね。素晴らしいですよね。こういう女性が内部で、いわゆる散々妨害とか排斥とか、自分はなんか透明人間扱いされてるってことで完全に無視されてるというふうに言ってるんですけど、それにもめげず頑張ってると。
ということで、昨日映画紹介した、望月東京新聞の磯子さんと非常に似てますよね。彼女も、外とそれから中で、両面で戦ってるんですよね。ということです。今まで、言ったことをアップしますね。マイナスなのか、ダメか。表紙ですと。これでいいですね。現時点での視聴者数ですけど、すごい少なくなってるんですね。 YouTube なんか妨害が入ってるんですかね。それから明日、外国語放送はずっと語学研修のため、お休みしてるんですけど、あと2回ぐらいで終わりますんで、来年の中旬ぐらいからは再開できると思うんですね。それから中村哲さんの葬儀が明日福岡市内で行われると。明日水曜日の午後1時からですね。マイナス3。これですね。そして今日の画像ですね。今日の画像、アフガニスタンで中村哲さんの偉業がこの比較写真でよくわかるんですね。砂漠地帯を5、6年で緑豊かな田園に変えたということですね。それから韓国で、韓国、検察を内部から告発している現役の女性検事さんの記事と、写真ですね。ハンギョレがインタビュー記事を載せてるんですね。イム・バンジョン検事ということです。ということですね。で、次に今日の一言ですけど、中村哲さんの言葉ということで、今日のトピックスの中で取り上げましたけど、神戸新聞の12月6日付のコラムの記事の中に載ってた中村哲さんの言葉なんですね。人として失えぬ誇りというものがあると。私たちは人の命を守る戦いをさらに拡大、強化すると。素晴らしい言葉ですね。今日の一言。これ私は座右の銘の中に新たに入れたんですね。中村哲さんの言葉。人の命を守る戦いをさらに拡大強化するというふうに言い切ってるんですね。素晴らしいですね。中村哲さんの言葉、今日の一言です。そして久しぶりに、月1回ぐらいはこれ取り上げると思うんですけど、今日の座右の銘ですね。良いことも悪いことも含めて決して忘れてはいけない言葉を
座右の銘にまとめて文字通り座右において、読んでますということなんですね。私の座右の銘なんですね。で1番目は世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないという宮沢賢治農民 芸術、概論要序論よりということから2つ目も宮沢賢治の言葉世界に対する大なる希望をまず祈願をまず起こせと強く正しく生活せよと苦難を避けずに直進せよと宮沢賢治農民芸術概論要項農民芸術の制作よりということから3番目に今日取り上げました中村哲さんの言葉ですね。人として失えぬ誇りというものがあると私たちは人の命を守る戦いをさらに拡大強化するとこれを新たに、入れました。で4番目国民は自然権として抵抗権革命権を持ってんだとイギリスの哲学者ジョン・ロックの言葉政府が権力を行使するのは国民の信託によるものでありもし政府が国民の意向に反して生命財産や自由を奪うことがあれば抵抗権革命権反抗権を持って政府を変更することができるとこれまさに日本の現状ですね。安倍自公ファシスト政権が国民の意向に反して生命財産自由を奪っているとですから我々は自然権としての抵抗権革命権反抗権を持って安倍自公ファシスト政権を打倒する権利があるんだとこういうことですね。から何番目5番目命もいらず名もいらず官位も金もいらぬ者は人は始末に困る者なりとこの始末に困る人ならでは患難を共にして国家の大業は成し得られるなりと西郷隆盛の言葉ですね。から6番目天下の正道に立ち天下の大道を行う人とは何かと孟子の言葉どんなに金を積まれようとも金の誘惑に負けて正道を踏み外すことは絶対ないとどんなに貧しくなろうとも志を曲げて金のために悪を働くことは絶対ないとどんなに強力な権力が脅しにかかろうとも恐れ命を惜しんで屈服することは絶対ないと力強いですね。から7番目南アフリカアパルトヘイト人種隔離政策撤廃とそのリーダーネルソン・マンデラの言葉ですね。私は彼は国家反逆罪で27年間の牢獄生活を強いられる後初代の黒人大統領に選出されたと南アフリカなんですね。で1人間として何もせず何も言わず不正に立ち向かわず抑圧に抗議せずまた自分たちにとってより良い社会良い生活を追い求めずにいることは不可能なんだと。2番目刑務所に入らずしてその国家を真に理解することはできないと。国家はどのように上流階級の市民を扱うかではなくどのように下流階級を扱うかで判断されるべきだと。3奴隷制やアパルトヘイトと同様に貧困は自然のものではなく人間から発生したものだと。よって貧困は人類の手で克服し根絶できんだと。この3つですね。から8番目これはドイツロシアド商会創設者国際金融マフィアの元締めだったマイヤー・アムシェ・ロシアードの言葉1790年の言葉私に一国の通貨の発行権と管理権を与えよとそうすれば誰が法律を作ろうとそんなことはどうでもいいと。これは1790年ということは1789年のフランス革命の真っ最中ですよね。だからフランス革命を嘲笑ってるんですよね。フランスで、革命派が権力を奪取して、議会を作って、
議会で、どんな法律を作ろうと関係ねえんだと。中央銀行の貨幣発行権を握ってれば、そんな政治とか法律とか行政っていうのは関係ないんだというふうに言って、それが現在の世界を支配してるんですね、これ。が9番目、マヤ・アムセン・ロシアードの妻ですね。5人の息子と5人の娘の母親であったグートレ・ロシアードの言葉。私の息子たちが望まなければ戦争が起きることはありませんと。逆に言えば、戦争が起こるのは自分たちの息子たちが望んでるから。まさに今でもそうですよね。から10番目、天皇裕仁は戦争犯罪人でありファシストであり5000万人のアジア人を殺した最大最高の元凶であると。これ井上清さんですね。天皇の戦争責任という現代評論者、1975年初版にちゃんと書いたんですね。京大の教授ですよね。から11番目、彼らが最初共産主義者を攻撃した時、ドイツルター派牧師であり反ナチ行動で知られるマルチン・ニーメラーの詩なんですね。ナチ党が共産主義者を攻撃した時、私は自分が多少不安だったが共産主義者でなかったから何もしなかったと。ついでナチ党は社会主義者を攻撃したと。私は前よりも不安だったが社会主義者ではなかったから何もしなかったと。ついで学校が新聞がユダヤ人等々が攻撃されたと。私はずっと不安だったがまだ何もしなかったと。ナチ党はついに教会を攻撃したと。私は牧師だったから行動したと。しかしそれは遅すぎたと。そういうことなんですね。から12番目かな。貧乏な人とは少ししか物を持ってない人ではなく、無限の欲がありいくらあっても満足しない人のことだと。これ古代ギリシャ哲学者エピクロスの言葉なんですね。まさにそうですよね。からお金をたくさん持っている人は政治の世界から追放されるべきだと。ウルグアイのホセ・ムヒカ前大統領の言葉なんですね。から13番目14番目、世界的投資家ジム・ロジャーズの言葉と。これは 4,5 年前の週刊東洋経済のインタビュー記事の中で出てきたんですね。近いうちに世界規模の破綻が起こると。これ彼はあと数ヶ月で世界経済の終わりが始まるって言ってるんですね。だから来年の春頃なんですね。から安倍首相は日本を破滅させた男として歴史に名を残すでしょうと。とんでもないよね。だから市民革命が必要なんですよ。だからお金を大量に吸っている間はそれを享受している人たちの暮らし向きは良くなりますと。しかしいずれ破綻に向かい全ての人々が苦しみますと。金融緩和でいい思いをした人たちも一緒ですと。から政府債務の大きさゆえ一旦破綻が起きると通常よりも大規模になると。安倍首相も日銀も世界経済にとっては非常に危険な存在だと。アベノミクスやったんですね。700兆円の国民資産を横領したんですね。これ金融経済とそれから大企業金持ちに流したと。安倍首相がやったことは全てほぼ全て間違っており、これからも過ちを犯し続けるでしょうと。そして円安誘導は最悪ですと。自国通貨を破壊することで地位が上がった国はありませんと。彼は2年前かな、全ての日本株を売ったんですね。安倍が消費税を 5% から 8% に上げた段階でこれはダメだと。日本の将来は暗いということで全部売ったんですね。そして、さらに今年10月1日に 8% から 10% になるということで
もう完全に破壊目的でしょうね。日本経済を破壊すると、こういう目的なんですね。から最後、ジョン・レノン、世界は強靭によって支配されていると。社会は全て強靭によって動かされていると。気違いじみた目的を実現するためにと。僕はこのことに15歳とか16歳とか12歳とかずっと幼い頃に気がついたんだと。でも自分の人生を通じてこのことを違った方法で表現していたと。音楽ですね。僕が表現しているものはいつも同じことだったと。でも今はこのことを言葉にして示そうと。僕たちは変質強者によって変質強者たちの目的を成就するために支配されていると。まさに、先民たるユダヤ教徒が世界を支配し、ユダヤ教徒以外の多宗派あるいは無神論者たちの生命とか財産を自由に処分できる権利があるんだと。そのような統一政府を世界規模で作るのが目的だと。変質強者たちは本当に考えてるんだということなんですね。だからイギリス政府やアメリカ政府、ロシア政府、中国政府が実際にやろうとしていること、その方法や目的を紙の上に書くことができるならば、彼らが何をやっているのか僕はぜひ知りたいと。彼らはみんな気違いなんだと。でもそれを表現すると僕はきっと気違い扱いされてきっと消されてしまうだろうと。これこそが気違いじみた現実なんだということで実際に消されちゃったんですね。これが座右の銘です。今日の座右の銘ということで、土山純一さんですね、いつもありがとうございます。お茶箱10とコンティニューコインが2枚ですね。高橋三平さん、今日は見てますねということですね。トムさん、コンティニューコインですね。ということで久しぶりの今日の、座右の銘ですので、これをアップしますかね。結構数があるんで大変ですけど、1、世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないと。から2、世界に対する、大なる希望を祈願をまず起こせと。強く正しく生活せよと。から苦難を逃げずに直進せよと。宮沢賢治。それから中村哲さんの言葉、今日これは新しいやつですね。人として失えぬ誇りというものがあると。私たちは人の命を守る戦いをさらに拡大強化すると。すごい言葉ですね。柿に種、初見ですと。それから哲学者イギリスジョン・ロックの言葉、国民は自然権として抵抗権、革命権を持ってんだということですね。で、政府が権力を行使するのは国民の信託によるものであり、もし政府が国民の意向に反して生命、財産や自由を奪うことがあれば、抵抗権、革命権、反抗権を持って政府を変更することができると。まさに今の日本が置かれている状況ですよね。なかなか変更できないと、打倒できないと。
からに命もいらず名もいらず官位も金もいらぬ人が始末に困るものなりと、この始末に困る人ならでは患難を共にして国家の大業はなし得られるなりと、西郷隆盛のこと、中村哲さんなんてまさにそういうことでしょうね。何にもいらない人なんでしょうね。から天下の制度に立ち天下の態度を行う人とは孟子の言葉。どんなに金を積まれようとも金の、誘惑に負けて正道を踏み外すことは絶対ないと。孟子というのは紀元前500年ぐらいの人なんですよね。だからどんなに貧しくなろうとも道を負けて、志を曲げて金のために悪を働くことは絶対ないと。どんなに強力な権力が脅しにかかろうとも恐れ命を惜しんで、屈服することは絶対ないと。すごいことですよね。からアフリカのアパルトヘイト撤回闘争のリーダーネルソン・マンデラの言葉と、27年間牢獄につながれていたという人ですね。人間として何もせず何も言わず不正に立ち向かわず抑圧に、抗議せず、また自分たちにとっての良い社会良い生活を追い求めずにいることは不可能なんだと。人間として不可能なんだということですね。それから刑務所に入らずしてその国家を真に理解することはできないと。国家はどのように上流階級の市民を扱うではなく、どのように下流階級を扱うかで、判断されるべきだと。まさにそういうことですよね。それから奴隷制やアパルトヘイトと同様、貧困は偶然のものではなく人間から生まれたものだと。よって貧困は人間の手で、克服し、根絶できんだと。だからこれはあれですよ、金融経済の課税ですよ。貧困撲滅の唯一の方法は。それから次に、私に一国の通貨の発行権と管理権を与えようと。そうすれば誰が法律を作ろうともそんなことはどうでもいいと。関係ねえよと。だから金融通貨発行権、信用創造特権を持てば政治がどうあろうと法律がどうあろうと関係ねえよと。だから私たちの息子が望まなければ戦争は起こりませんと。これは妻のグートレ・ロスチャイルドの言葉。今でも通用しますよね、これね。から天皇裕仁は戦争犯罪人でありファシストであり5000万人のアジア人を殺した最大最高の元凶であると。井上清さん、天皇の戦争責任という本の中ではっきり言ってるんですね。兄弟教授だった人ですね。から彼らが最初共産主義者を攻撃した時と、マルティン・ニメラーの詩ですね。ドイツルッター派の牧師であり反ナチ行動で知られると。からナチ党が共産主義者を攻撃した時、私は多少不安だったが共産主義者でなかったから何もしなかったと。
でついでナチ党が社会主義者を攻撃したと。私は前より不安だったが社会主義者でなかったから何もしなかったと傍観してたと。で、ついで学校が新聞がユダヤ人等が攻撃されたと。私はずっと不安だったがまだ何もしなかったと。でついにナチ党は教会を攻撃したと。私は牧師だったから行動した。しかしそれは遅すぎたと。そういうことなんですよ。敵は個別に攻撃してくるからみんな自分と関係ないと思って抵抗しないんですね。から貧乏な人とは少ししか物を持ってない人ではなく無限の欲がありいくらあっても満足しない人だと。だから常に足んない足んないっていう欠乏感があるんですね。だから金持ちになればなるほど心は貧乏になるということですよね。だからお金をたくさん持っている人は政治の世界から追放されるべきだと。これはムヒカ前大統領ウルグアイの言葉ですね。奥さんが副大統領なんですね。それからジム・ロジャーズの言葉。近いうちに世界規模の破綻が起こると。来年のあと数ヶ月で世界経済の最後が始まるって言ってるんですね。それまでは楽観的で、それほど急ではないと思ってたんですけど最近、それが迫ってきているというふうに彼は言ってんですね。安倍首相は日本を破滅させた男として、後世に名を残すでしょうという。とんでもないですよ。だからお金を大量に吸っている間はそれを享受している人たちの暮らし向きも良くなりますと。しかしいずれ破綻に向かい全ての人が苦しむと。金融緩和でいい思いをした人たちも一緒ですと。それから政府債務大きさのゆえ一旦破綻が起きると通常よりも大規模になると。安倍首相も日銀も世界経済にとっては非常に危険な存在だと。世界ですね。世界。から安倍首相がやったことはほぼ全て間違っておりこれからも過ちを犯し続けるでしょうと。これが 4,5 年前の話ですからそれ以降ずっと過ちを繰り返したんですね。それから円安誘導は最悪ですと。自国通貨を破壊することで政府が地位が上がった国はありませんと。これはジム・ロジャースの言葉でジョン・レノンの言葉。世界は強靭によって支配されていると。僕はこのことに16歳とか12歳とかずっと
幼い頃に気がついた。でも自分の人生を通してこのことを違った方法で表現してきたと。僕が表現しているものはいつも同じだったと。でも今はこのことを言葉にして示そうと。で、僕たちは変質強者たちによって変質強者たちの目的を達成するために支配されているということ。イギリス政府、アメリカ政府、ロシア政府、中国政府が実際にやろうとしていること、その方法や目的を紙の上に書くことができるならば、彼らが何をやっているのか僕はぜひ知りたいと。彼らはみんな気違いなんだと。でもそれを表現すると僕はきっと気違い扱いされてきっと消されてしまうだろうと。これこそが気違いじみた現実なんだということですね。というのが今日の座右の銘ですね。で、今日の注目情報ですね。日本の年金生活者が刑務所に入りたがる理由ってことで、これは BBC ニュースの日本語版、ちょっと古いんですね。今年の2019年3月18日付の記事なんですね。要するに日本の年金制度っていうのはいわゆる大企業に勤めている厚生年金は月、65歳まで働いていると大体、18万ぐらいなんですね。それと扶養家族として、奥さんが働いてないという専業主婦の場合は満額で6万円だから合わせて24万ぐらいになるんですけど、問題はこの、個人営業者等々の国民年金の支給額が月満額で6万円という到底生活できないレベルでずっと来てるから、結局年金以外の収入がない人っていうのはこのようにこの BBC のニュースのように結局刑務所に戻ると。刑務所行けば3食ついて請求書も来ないということなんで、それなんですよね。日本の年金生活者が刑務所に入りたがる理由と。だから他の国っていうのはヨーロッパですね、イギリスとかフランスとかドイツとかイタリアとか等々っていうのは日本みたいに二重三重構造じゃないんですよね。今フランスで年金改革ということで一本化するように、年金改悪をマクロンがしようとして、それに対する労働者市民の抗議のゼネストがずっと続いているということなんですけど、日本みたいにいわゆる個人営業者あるいは専業主婦の人たちに一律最大で月6万円という生活できないような年金支給しかしないっていう国はないんですよね。最低15万とか18万とかいわゆる普通の生活ができるような年金は保障するという制度なんですけど、日本はまさに差別的な二重構造になってるんですね。そのことを誰も問題にしないということで、この BBC のニュースっていうのはそのことを鋭く暴露してるんですね。
だ結局このことを解決するのは現在の実体経済に課税するような税制ではならないんですね。実体経済の20倍の規模を持つ金融経済の取引に 5% 課税すれば400数十兆円の新たな税源が生まれるわけですよね。これなんですよ。さまざまな日本が今抱えている深刻な問題を一挙に解決する方法っていうのはこれしかないんですよ。金融経済に課税するということなんでね。金融経済の規模が9517兆円ということで、これの 5% やと475兆円、これの全く新たな税収が生まれると。なんでそれを誰も言わないのと。今までそれはもう完全に隠してたからですよね。実体経済しかないんだと思い込まされてたんですね。でも実体経済の18倍19倍全部合わせておそらく20倍以上の規模を持つ金融経済、これの取引に対して 5% の課税するということだけで475兆円の新たな税源が税収が生まれると。これによって年金の問題、貧困の問題、子どもの貧困、大人の貧困、高齢者の貧困問題、あるいは専業主婦の貧困問題等々は一挙に解決されるということなのね。今日のメインテーマですね。そしてこれあれですね。もともとは英語の BBC ですから英語の記事。Why some Japanese pensioners want to go to jail というこれ英語の記事の URL を貼り付けますので、ぜひ英語版をお読みください。マイナス2これですね。そして今日の推薦本ですね。現在もう63、1時間以上過ぎたんですね。今日は座右の銘なんか一行一行アップしてますんで時間かかったんですね。現在53分25秒とから視聴されている方は25名、全体で80名、コメントが49件ということですね。で今日読むところはジム・ロジャース日本への警告ですね。今日は53回目の朗読第5章、これからの時代に勝つ投資ということで、今日読むところは安全という言葉を信じないということは2ページぐらいですね。ここ読みますね。安全という言葉を信じないと。私が投資家として講演すると、それは確実に儲かる投資ですかという質問が出てくると。そうした時私はいつもわからないよと答えるようにしてきた。世の中の人々は安全な投資先を探していると。リスクがなく確実に儲けることのできる投資先をと。しかし世の中に安全な投資というものは存在しないと。もし確実に儲かることが約束されているのならば、全ての人がそうしているはずだろうと。真っ当な投資家にとっては常識だが、全ては自己責任なのだと。投資の世界においては安全という言葉を決して使ってはならないという教訓はアイスランドで起きたことから得ることができると。2007年のアイスランドでは銀行預金に 15% という高い利息がついていたと。銀行に預けておけば安全だ、確実に儲かると多くの人々が銀行に有り金を全て預けたが、やがてアイスランドの銀行は破綻してしまったのだと。そうして誰もが大金を失ったと。私の母親の世代は婚約したらまず宝飾店に行ってシルバーの
カトラリーを買っていたと。何か経済的な問題が生じればこのカトラリーを売るつもりで、これはある意味防衛的な投資だったのかもしれないと。私の母は8セントものシルバーの8セットか8セットものシルバーのカトラリーを買い、今は私が母から引き継いでいると。カトラリーっていうのは銀の塊でしょうね。1キロとかなんか。しかしティファニーをはじめとする多くの企業がシルバーのカトラリーの製造をやめたと。昔ほどの需要がなくなったからだと。このようにかつては有効だった投資手法が現代には当てはまらないことも起こり得ると。世界は常に変化していると。このことを認識しなくてはならないし、備えるべきだと。現在うまくいっていることが将来正しいなどということはないのだと。誰もが今回のブームは今までとは違う全く新しいことだという時に経済的な破綻が起こると。バブル崩壊前の日本、リーマンショック直前に住宅ブームに、湧いたアメリカドットコムバブル。そうした時、今回は確実に儲かると言っていた人がいて、多くの人が安全な投資と思い込んでいたにもかかわらず、停滞損失とともに間違いに気づくことになったと。ここまでですね。そして次回木曜日、後期は危機に潜むと。それから金融業界が儲かる時代は終わりつつあると。当然だよ。から大衆のヒステリーを見抜くと。これで終わりかな。それで最後、間違いから学ぶというところで第5章が終わるんですね。もうすぐです。そしてこの本の後にですね、昨日紹介しましたけど、このグレタたった一人のストライキということで、お母さんが書かれた本ですね、300ページの本。これをおそらく100回ぐらいかかると思うんですけど、全部朗読しようというふうに思っています。それでようやく今日のメインテーマにたどり着きましたね。今日の推奨本ですね。今日読んだところのタイトル。安全という言葉は信じないと。今日のメインテーマ、なぜ今日本に市民革命政権樹立と金融経済課税が直ちに必要なのかと、その10の理由というのが今日のメインテーマなんですね。で、理由の1、安倍晋三自公政権を打倒するためと。だから政権交代が必要だと。ただ今までみたいないわゆる自民党にいた人、あるいは自民党的な体質を持った人が中心になって政権交代っていうのをやっても所詮はしょうがないですね。2回やったんですけど2回ともダメですよね。だから今回幸運にも山本太郎という非自民の全く新しい全く政治的な世界から登場した人ではないんですね。芸能界から外から入って日本の政治はもうダメなんだと。自分たちが別の業界から入った自分たちにしか日本の政治の改革はできないんだということで頑張っている山本太郎氏をはじめとする令和新選組の動きが中心でしょうね。だから理由1がそう、安倍晋三自公政権を打倒するためと。から2番目、安倍晋三政権が犯した権力犯罪を徹底的に追及し責任者を処罰するためだから全く自民党と関係ない市民革命政権の樹立が必要なんですね。で、安倍晋三自公政権が犯した主な権力犯罪とは一体何かというと、憲法改正の名による憲法破壊ですね。これは最高に罪が重いでしょうね。憲法を破壊すると
から憲法違反とから法律違反と民主主義の破壊と、からアベノミクスの名による国民資産を横領したと、700兆円以上もこの6年間で、横領して、彼らのお友達である金持ちとか大企業、そして、金融経済の方に使ったということで、結局実体経済は 0.89% しか成長しないという惨憺たる結果になったんですね。から海外ばらまき120兆円を超す海外ばらまきによる国民資産の横領と、だからアベノミクスの700兆円プラス120ですから820兆円もの国民資産をこの安倍と、それから日銀の黒田と安倍自公政権が国民資産を横領したんですね。前代未聞でしょうね。から米国への日本の主権を売り渡したと、から米国へ利益を供与したと、米国産農産物とか兵器を大量に買うと、これは米国への利益供与でしょうね。から特定企業への利益供与と、これは、今話題になっている、ジャパン、何でしたっけ、いわゆる詐欺商法の企業にさまざまな利益供与を与えて、7000人から2000億円を集めたということですよね。ジャパンライフか、ありがとうございます。ジャパンライフ、なんかこの林という会長は刑事訴追され逮捕もされてないみたいですね。ジャパンライフっていうのはまだ存続してるらしいじゃないですか。何なんだと思いますよね。それ、ですね。それから公文書を改ざんすると、あるいはなくしちゃうと消去するということによる証拠隠滅、まだたくさんあるんですけど、主な権力犯罪、このことを徹底的に追及する政権を樹立しないといけないんですね。そうしないと自民党のアリュー政権だとこのことが全部曖昧にされるということなんですね。から理由の3、日本を民主主義主権在民地方分権民意が直接政治に反映される理想社会にするためなんだと。で、私が言ってる市民革命政権が目指す20の社会ということで、1から20挙げたんですね。1、権力による支配と抑圧のない自由な社会と、権力による搾取と貧困のない豊かな社会と、権力による差別と選別のない平等な社会、権力による洗脳と嘘のない正直な社会、個人の命と生活と尊厳が守られる幸福な社会と、から兵器と戦争とテロと難民のない平和な社会、子ども女性高齢者障害者低所得者などの弱者が守られる安心社会と、から人の命と動植物の命と自然が守られる持続可能な社会と、から権力犯罪と権力乱用が摘発され責任者が処罰される社会正義が貫徹する公正な社会と、から10番目、事実と事実真実のみが語られるタブーのない開かれた社会。11、国民の知る権利と学ぶ権利が保障される知的な社会と。12、民意が直接政治と行政と司法に反映される直接民主主義の社会。13、金持ち政治家公務員らの特権を認めない平らな社会と。14、地方集権を否定し地方分権を保障する分権社会と。15、憲法と法律のみが社会規範として機能する法治社会と。16、国民の上位に位置する天皇や国王を認めない主権在民の社会と。
17、人間の上位に位置する神と神の代理人を自称する法王や教祖を認めない非宗教社会。18、自国のことのみを考えるのではなく、全世界の国々が同じように平和で豊かで人間の尊厳が守られる社会となるように努力する世界市民の社会。19、核兵器やミサイルや戦車や爆弾や自動小銃や爆撃機や戦闘機や空母や潜水艦や化学兵器や細菌兵器や気象兵器などの戦争兵器と大量殺戮兵器と兵士がない無戦争社会と。から20番目、国の経済は人の役に立ち価値を生む実体経済が主流で、人の役に立たず価値を生まない金融経済が縮小される実物価値社会だと。この20の社会を実現するということなんね。理由3、日本を民主主義、主権在民、地方分権、民意が直接政治に反映される理想社会にするためと。から理由4、実体経済の約18倍の規模を持つ金融経済に 5% の金融取引税を課税し、年間 475.8 兆円の新たな税収を確保するためと。で、日本の2018年の金融経済の規模取引額は 9517.1 兆円であり、その内訳は次ということで6つあるんですね。一つは株の取引、東証一部年間で 641.8 兆円と。から社債 ETF 上場投資信託、あるいはレイト不動産投資信託の取引額 67.9 兆円と。から3番目、公社債国債含む発行額、これが 177.6 兆円、デリバティブ取引額3098兆円、そして、商品先物取引 7.5 兆円で、最大のものがFX ですね、外国為替証拠金取引、2015年で 5524.3 兆円ですよ。合わせると 9517.1 兆円と。これが金融経済の規模だと。で、それに 5% の取引税を課税すると 0.05 かけると 475.8 兆円なんですね。これが全く新しい税収になるということで、475兆円の新たな税収によってさまざまなことができるんですね。で、だから現在我々が日本が抱えている深刻な問題、解決不可能と思われている問題をほとんど全て解決できるんですね。大格差社会、不平等社会、財政難、経済の低成長、大人の貧困、子どもの貧困、母子家庭、父子家庭の貧困、専業主婦の貧困、高齢者の貧困、少子化、失業、正規労働者と不正規労働者の格差、過労死、高い教育費負担と、これが全て解決されるということなんですね。だから実体経済に課税するっていう前提で、どうするかというふうに考えたら、絶対財源不足で解決できないんですよ。そうじゃなくて、実体経済には課税しないと。金融経済、20倍の金融経済に課税するという政権を、市民革命政権を樹立すれば、ほとんど全ての問題は解決するという画期的なものなんですね。これじゃあ何をするかというと、ベーシックインカムを給付すると。これは無収入の人から低収入、年間240万円の収入に満たない人の差額を保障するということで、無収入の人、完全無収入者が500万人いるとすると、年間予算は12兆円なんですね。
例えば完全の失業者、ホームレスの人、無年金、受給者、肉体障害を持っている人、知的障害を持っている人、精神障害を持っている人、その他の人たちと、こういう人たちが500万人いるというふうに推定すると、年間240万円だと全体で12兆円なんですね。から B として無収入じゃないけど年収240万円に届かない低所得者の人たち、何人いるかというと、おそらく2000万人ぐらいいるんじゃないかということですね。ではその差額、例えば非正規労働者の平均年収っていうのは170万円ですから、240万との差額、年間70万に対して非正規労働者1700万プラス専業主婦の人たち、その他の人たち、全部で2000万人に差額を支給すると20兆円なんですね。だからベーシックインカムで A と B 合わせて32兆円ということなんで、新たな税収457兆円十分賄えると。から子ども手当、これは17歳以下の子どもの貧困をなくすために、無収入と低収入の家庭の子ども推定200万人いるとすると、1人当たり年60万、月5万円の子ども手当を一律に支給すると。そうすると60万 ×250 万人で、予算が 15.3 兆円なんですね。から消費税を廃止すると、10% を実体経済に課税して、税収が 21.5 兆円、これを廃止するんですね。そうするとこの 21.5 兆円が国民の可処分所得に上りますんで、実体経済の成長率をおそらく 2% ぐらいアップさせると思うんですね。から教育の無償化と、これは日本では家庭、いわゆる家庭費の中で家賃の次に、教育費というのが高いんですよね。苛烈な受験戦争に勝ち抜くために子どもたちを塾に通わせると、あるいは私立学校に通わせるということで、教育の負担がおそらく子ども1人に対して1万とか2万平均使ってるんじゃないですかね。ということで、この幼稚園から大学院まで全ての教育費を無償にすると。このための費用っていうのは GDP の 6% ぐらいなんですね。で、日本自民党政権は半分しか負担してないということで、残りの半分は15兆円ぐらいは保護者が受験戦争を勝ち抜くために子供に投資しているということなんですね。キララカットさん、お茶爆10ですね。だから年間の教育の無償化の予算というのは30兆ぐらいなんですね。そのうち5兆が現在の自民党政権が半分しか出してないということで、 OECD25 カ国中トルコに次いで最下位なんですね、日本の教育負担というのは。それから返済不要の奨学金を導入するということで、無収入と低収入の家庭の18歳以上の高等教育、大学院、専門学校の学生を対象に月10万円、年120万円の生活費を返済不要の奨学金として給付するということで 1.2 兆円なんですね。だからほとんどの問題はこれで解決できるということですね。だから理由6、国民生活に役立ち価値を生み出す実体経済を経済の中心に復活させると。そして国民生活に役立たない、価値を生まない、博打経済である金融経済を縮小させると
そして、唯一実体経済のためにのみに使うようにするということですね。理由6、これをできるのは市民革命政権しかできないんですね。から理由7、金融経済を肥大化させてきた信用創造特権を剥奪すると。で6つの信用創造特権があるだろうというふうに考えるんですね。で最初は日銀の貨幣発行権、これを剥奪すると。で日銀を 100% 国有化し、全ての決定権を衆議院国会の日銀経営委員会に移管するということですね。で日銀が独占する、貨幣発行権、信用創造特権は唯一実体経済の成長のためだけに使うということなんです。から2つ目、政府財務省が独占する国債発行権を廃止すると。年間200兆円近い国債を発行して、それがどんどん国の借金として1100兆円まで膨れ上がっちゃったという、この現況としての政府財務省の国債発行権を廃止すると。から3番目、民間銀行による無からお金を生み出す準備預金制度、これを廃止すると。これは何かというと、銀行はですね、預金者が預金した現金から融資財源を得てるんじゃなくて、預金者が預金したお金の 1% を日銀に預託するだけでですね、準備預金の利率が 1% ですから100倍の信用創造が得られると。その100倍の信用創造に高い金利をかけて、個人とか企業とかあるいは地方自治体とか国に融資すると、借金付けにするという構図なんですね。ですからこの無からっていうのは他人が預けた金の 1% を日銀に預託すると。それによって100倍の信用創造が生まれるという準備預金制度、これを廃止するということなんですね。そうするとどうなるかというと、ほとんどの民間銀行は潰れるでしょうね。で、唯一生き残る銀行っていうのは預金者が預金した現金から融資するという制度に戻るということです。で民間銀行が潰れればですね、日銀が無利子で安い手数料で全ての金融サービスをやればいいんですよ。問題ないんですよ。民間銀行なんかいらないんですよ。もうから4番目、投資銀行、これは新しいんですけど、投資銀行による金融派生商品デリバティブの販売を禁止するということですね。これまさに投資銀行に与えられた信用創造特権なんですね。デリバティブというわけのわかんないさまざまな金融商品をパッケージにして、そして三大格付け会社が 3A みたいな特別の格付けをして、それを信用して、投資機関が大量に保有するということによって金融バブルが発生するわけですよね。それを禁止するということですね。それから5番目、金持ちと銀行が永遠に超え太る金が金を生む金利、これは廃止すると。だから金利がなければ新たな創業した企業っていうのはおそらく 80% は生き残るでしょうね。金利があるために、現在の金利制度の中では借金して金利を払えないということで潰れる企業がほとんどなんですね。だから100件、起業してもおそらく残るのは 5% ぐらいしかない、5件ぐらいしかないんじゃないですか。それが80%、90% 生き残る
いうだから実体経済自体が活性化するわけですよね、金利がなければ。で6番目、政府と官僚と銀行と大企業の私的財布となっている特別会計、これ石井興起さんが命がけで告発したものですけど、これを廃止すると。で一般会計に繰り入れて透明化すると。そしておそらく50兆円ぐらいのいわゆる官製経済に流れてた特別会計の資金を全部一般会計の方に繰り入れるということで 50兆円ぐらいの新たな税収が生まれると思うんですね。これが理由の7で、理由の8、これは日本国憲法、日本国市民憲法を規範し制定すると。やはり今の日本国憲法っていうのは表と裏があって、表は非常に近代的民主的な装いを持ってますけど、実は天皇制を残すと、あるいは天皇の名において内閣総理大臣が最高裁長官を指名できるとか、最高裁判事を指名するとか、あるいは憲法第7条の2項と3項で天皇の国事行為という名のもとに国政行為そのものである国会の召集とか衆議院の解散というのを文言として差し替えるとかですね、あるいは憲法裁判所がないとかですね、国民の知る権利の規定がないとか、あるいは三権分立の規定がないとかですね、さまざまな欠陥があるわけですね。そのことを踏まえて新たに我々自身が憲法を作ると、日本国市民憲法を規範して制定するということが絶対必要なんですね。そして、9番目、日米安保条約を破棄し、永世中立を宣言して世界各国と平和友好条約を締結するということで日本を独立させると、文字通りの独立させるということですね。で憲法は理由自由として世界中から戦争とテロと貧困と難民をなくすために、市民革命政権は積極的に動くということなんですね。もう1時間半近いですね。ということで、今日のメインテーマ、これアップするの大変ですけど、要点だけジョーシュア・マーティンさん、お茶爆10ですね。キララカットさん、お茶爆10。1、2、安倍晋三が犯した権力犯罪を徹底的に追及するために、やはり市民革命政権が必要なんですよね。憲法改正の名の下で憲法を破壊したという。安倍自公ファシスト政権が犯した権力犯罪の主なものということですね。憲法違反、法律違反、民主主義破壊と、アベノミクスによる国民資産横領と、海外ばらまきによる国民資産横領と120兆円、アベノミクス700兆円と、米国への日本主権の売り渡しと米国への利益供与と、から特定企業への利益供与と、家計学園なんかそうですよね。からジャパン何ですかって、ジャパンライフか、それと地元選挙民山口選挙区800人以上を招待するという、これも完全に
公職選挙法違反の買収ですよ。から山口県に対して異常なほど公共事業を回していると。から公文書の偽造改ざんと消去による証拠隠滅と、こういうのを徹底的に新政権が責任を追及するということが必要なんですね。硫酸、これ理想的な社会を実現するということが20あるんですけど、これ書くの大変ですね、アップするの。うわ、1、権力による支配と抑圧のない社会と。どこまでいけますかね。7ぐらいまでいけますかね。うわ、次10。ちょっとこれは大変ですね、全部アップするの。9までか。14。ダメだ。13までです。うわ、13もダメだ。12まで。12まで。13、14、10、16まで。それから17。これ全部入りますかね。20まで。ああ、ダメだ。17、18、17、18、19、20ですね。うわ、なんで20。実物価値社会と。から理由の3、4。実体経済に課税せず、金融経済に課税 5% 課税する。そうすると475.8 兆円の新たな税収が生まれると。ちょっとこれはここで、やめときますわ。ちょっと時間的に無理ですね。ということで1時間半で終わっちゃうんですかね、これ。なんか 29.447 とですね。